found myself in the dark of the night when I was lost, needed a revive. はい、始まりました。はい、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。今回は、3色編がついに大団円を迎えるということで、はい、ティムールになります。ティムール、ラストを飾るのはティムールと、ラストを飾るのは僕たちの、はい、大好きなまあそうですねなぜかティムールになりました。はい、これからティムールの逃走者を始めようと思っている人におすすめの逃走者4選になります。はい、よろしくお願いしますね4体選んできました。4体、はい、はい、ティムールお好きですよねティムール、まあそうですね、比較的好きです。うちの動画で一番伸びてるのは、ティムールのフラブスになります。あれ面白いですからね実際なのでまずフラブスから紹介させていただいてよろしいですか？はい、もちろんもちろんはい、まず1体目フラブスなんですが、はい、愚者フラブスになります。はい、こいつの能力は3マナティムールで05です。あなたの各ターンに追加の土地を1つプレイしてもいい、強いですね。はい、もう強いです。これが強いですよね。はい、土地を1つプレイするか呪文1つ唱えるたび、あなたの手札にカードがないならカード1枚引ける、はい、強いですね。ここは強い。はい、そうでないならカードを1枚捨てるという。これは急にあれみたいな、はい、これはすごいです。いや、すごいですよね。でもこれすごい能力でした、はい、これは革命的なカードで、はい、うちの動画でかなり人気の動画になるんですが、僕の戦略では、いわゆる手札をとにかく消費していく、ことによって盤面をどんどん築いていく、はい、例えば一番相性のいいカードで言いますと創造の歌っていうカードがあるんですが、はい、4マのエンチャントで、唱えるたびカードを2枚引けるっていうので、追加ラウンドセットして、でなんとエンド時に手札を捨てなきゃいけない、はい、なんで手札を捨てるカードっていうのはかなり相性がいいということになりますよね。はい、もう自分のターンは創造の歌はもうバーっていっぱい引いてプレイして、もういらなくなったらポイーってでもうどんどん手札捨てていけばいいというプランで話しました。はい、動画では後に出したらすぐ復旧できるっていう紹介の仕方をしたんですが、僕の後のイメージでは、もう先出しちゃって、もうどんどん手札消費しちゃってった方が、デッキはうまく回りました。なるほど。はい、なのでどんどん使ってっちゃっていいと思います。はい、出すタイミング確かに難しそうですね、このカード。はい、で他に相性がいいカードっていうのがサイナマレシ預言者エルスっていうカードなんですが、ワンドローが衝動ドロー2ドローっていうか追加で2枚追放された衝動ドローに変わりますよっていう、この恐ろしいカード、のいわゆる追放領域を使うパターンっていうのもあり得るんですね。なるほど。でどっちかに、寄せたり寄せなかったりむちゃくちゃしたりして、楽しむっていうのがこのデッキのコンセプトだったんですけど、でフィニッシュはビッグマナが生み出せますから、土地いっぱい並ぶはずですからね、毎回2個ずつ並ぶんですよね。そうですね、だからたまたまめくれたでかい呪文とかで弾ける力とかで、たまたま勝てるみたいな可能性もあります。で一応衝動ドローを諦めた理由っていうのがありまして、とにかく自分のターンが長くなっちゃったんですね。だから一人回しはやめたのでリストの形になってるということになります。でよかったら動画ありますんで、そちらを見ていただければありがたいんですが、こいつの未来はどうですか？最近のカードにはね、衝動的なドローがついてるカードすごい増えてきてるんで、そこら辺が強化されるっていうのもありますし、そっちの方面じゃなくても、ビッグマナのカード、そうですよね、マナがね高い強いカードっていうのもいっぱい増えてきますからね。そういった感じのカードが、使えたりだとか、あとは、墓地から活用できる、キーワードとかも増えてきてるので、そういった感じのカードも今回相性いいんじゃないかなという感じになりますので、そういったところで、強化されるんじゃないかと思います。こいつの未来は明るいですね。明るいと思います。かなりうちでは人気の逃走者になります。で次行きましょうか。2体目なんですが、こいつはなんと、バルザーズゲート一番人気です。バルザーズゲート
これは結構全体の中でも上の方の人気の逃走者をまあ一応紹介しとかないとまずいかなと思いましてご紹介させていただくんですが、保証竜ミーリムちゃんになります。ミーリムちゃん女の子なんですか？いやわかんないですなんかちゃんっぽいなと思って確かにはい、ミーリムになります。はい、はい、こいつは能力説明しますと、ティムール6マナです。はい、で66飛行で5砲2です。はい、でトークンでもこれでもないドラゴン1体があなたのコントロール下で戦場に出るたび、そのドラゴンが伝説であっても伝説ないことを除きそれのコピーであるクリーチャートークンを1体生成する。はい、つまりドラゴンを出したらドラゴンのコピーが単純に出ますよということになりますよね。はい、はい、めちゃめちゃ強いですねめっちゃ強いですね。例えば竜の大嵐というカードがあるんですが、はい、2マナのエンチャントで飛行を持つクリーチャーが1体あなたのコントロール下に出るたびターン終了でそれは速攻を得る。はい、まず出てきたドラゴン速攻を得た方がいいですよね。まあもちろんそうですね。はい、でドラゴンが1体あなたのコントロール下で戦場に出るたびクリーチャー1体かプレイヤー1人を対象としてそのドラゴンはそれに X 点のダメージを与える。はい、X はあなたがコントロールしているドラゴンの総数に等しいという、はい、ドラゴンの点数分ダメージが飛ばせる、はい、で速攻もつけちゃう、はい、これかなりこのデッキと相性がいいですよね。はい、まあ、ドラゴンデッキだったらめっちゃ入ってますかね。はい、まあそうですね。ドラゴンがいっぱい入ってるデッキだと結構入ってるカードじゃないかなと思います。そうですよね。はい、だからまあそのドラゴンっていうテーマがありますよね。そうですね。はい、ありますよね。そんな中で例えばまあ騙し討ち、はい、みたいな、はい、スニークして、はい、出すだけでこれ場に出ればコピー出てくるんで、はい、そのトークンが増えるということですから、はい、騙し討ちしたり、あとはこれなんで入ってんだろうとおっしゃってたんですが、はい、ブリンクしてもいいんじゃないかと。そうなんですよねこれブリンクしてチラッとするとなんとドラゴンが1体増えるとそのドラゴンが増えるはい、すごいですね。しかもそれ守る行為にも使えると、はいはい、ということでまあ1マナは1枚しかありません。はい、で2マナは結構ありましたね、はい、探したら、ね、ブリンクしたらいいんじゃないかと。はい、でどんなドラゴンが例えば入るかと言いますと、まあ峰の恐怖、はい、まあこれで出たらまあ相当やばいですねやばいですよ、はい、これフィニッシュ級ですよね。はい、もうこれが出た次のターンぐらいにドラゴンいっぱい出されたら死んじゃうんじゃないかなぐらい前に出たクリーチャーのパワー分ダメージを飛ばせるというカードで、はい、コピーもダメージが飛びますからね。はい、で多分峰の恐怖のコピーも出てるからなるほどやばい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 とあともう一枚なんか強そうなドラゴン追加されてたみたいなんですが、はい、草原の暴君という、はい、ドラゴン5マナの3号飛行のドラゴンがいます、はい、こいつはいわゆるダメージが2倍ですよね、はい、ダメージ2倍のドラゴンが出してもう1体出したら、はい、コピーされたらダメージ4倍です、はい、ダメージ4倍のドラゴンです。こいつはダメージ4倍はもう本当に終わりですねフィニッシュ級に出すのでかなりいいんじゃないかと相性が、はい、いうことになりますかね、はい、そんな感じで勝っていくんでしょうかね。そうですね、はい、こいつの未来はどうですか。まあ MTG においてドラゴンがね、評価されないわけがないっていう本当ですよね、はい、人気もかなり高いですからね。はい、そうなんで、はい、まあ絶対に明るいと。明るいですね、はい、ドラゴンは明るくないわけがないちょっと見ててやりたくなりましたね。はい、ワンチャンやるかもしれませんもうなんか家にあるやつ組めそうみたいなまあ本当に、ドラゴンがいっぱいね、はい、あれば組めちゃうので、そうですよね、はい、いいデッキになるんじゃないかなと思います、はい、じゃあ次行きましょうか。はい、次はですねのたうつ嵐ザイリスになります。はい、こいつも結構強そうです。はい、カジュアルですよ。能力なんですが、はい、5マナティムールの3号飛行です。はい、で対戦相手が自分の各ドローステップ内で初めて引くカード以外のカードを1枚引くたび、いわゆるまあセカンドドロー、まあ、3枚目ももしかしていけますかねこれ。まあ3枚目でもいいですし、4枚目もいい、変な話相手のターンの自分のドロー以外のドローだったら何でも誘発するんで、なるほど、ファーストドローでも一応誘発はしますね。なるほど、はい、
各ドローステップ内で初めて引くカード以外のカードで、なるほどなるほど、はい、であなたは緑の11のヘビクリーチャートークを1体生成する。はい、すごいですねこれ。もうすごいですこれは。はい。でこいつがプレイヤー1人に戦闘ダメージを与えるたび、あなたとそのプレイヤーはそれぞれその点数に等しい枚数のカードを引く。はい、つまりお互い3ドローですかね。まあ普通に通ればそうですね。これは1回やったことがあるんですけど、はい、その時は気づかなかったんですよ。まだ僕アマちゃんだったんで、はい、今見てこれを再確認するとめちゃくちゃ強いです。いや強いっすよこれは。お互いドローっすよ。お互いドロー強いっすから。お互いドロー最強ですからね。はい、で例えばどんな勝ち筋があるかと言いますと、はい、衝撃の震えとか、はい、パワフォロスみたいな、場に出た時にダメージが飛ぶようなギミックを置いておいて、意外な授かり物みたいな、はい、ウィンドフォール、フォーチューンみたいなそのセブンドローを打てば普通にダメージで一撃決まるんじゃないかと、はい、いうのもありますし、はい、まあ例えばそれをアラニアでコピーしちゃったりなんかして、はい何点飛ぶのみたいな、ことになりますよね。はい、はい、であとはまあ他にも旗印系、みたいな最近収録されました非常識な図体みたいな、ことをしたりとかして、普通に全体強化で、殴って勝てるみたいな、まあヘビが20体いたら2121が20体みたいな、やばいことになりますからね。こいつかなり強いですね。はい、でこいつの未来はどうですか？まあこれに関して言うと、セカンドドローって先ほどありましたけど、まあ単純に相手にこう2枚引かせたりとか、まああと逆に2枚引いたことによって誘発するような能力っていうのを近年ね意識されるようになってきてるので、まあそういったところで相性がいいカードが増えていくんじゃないかっていうのもありますし、あとはつい最近ね新族機なんていうカードが出ましたけど、そういった感じでクリーチャータイプを一つ選んで強化するみたいなカードも、まあ何年かに1回出てますよね。1回ぐらいで、はい出てるんで、まあそういったカードが出れば強化されるはずなんで、まあそういったカードが強化ポイントになるんじゃないかなと思います。カジュアルで考えたらかなり強いお互いドローっていうシステムになると思いますんで、まあ強いの好きな方はおすすめなんでやってみてください。はい、で最後の4体目の逃走者になるんですが、最後は共闘になります。お、共闘、珍しいですね。珍しいです。ジュラシックパークの共闘になるんですけど、ラプトルの調教師オーウェン・グレイディっていう科学者と、こっちは人間とと忠実なラプトルブルーの共闘になります。これはもう名称指定の共闘ですね。そうですね。これ以外とは共闘できないっていうパターンですね。でまず、オーウェンさんからご紹介したいんですが、こいつはグルールの 3マナの3-2です。でタップで恐竜1体対象とします。その上に威迫もしくはトランプル、到達、速攻のカウンターのどれかを1個置きます。起動はソーサリー。でまあ恐竜も相方がもちろん当然恐竜ですから、それの上にどれかを1個置くと、まあ強化できるよということですね。でサポートできるってことですよね。でその相棒のブルーの方はシミック4マナの54、結構でかいですね。でかいですね。54もあるんだ。4マナ54なのこいつ。でかいですね。であなたがコントロールしていて、これでない恐竜は忠実なラプトブルーの上にカウンターの各種類につきそれぞれその種類のカウンター1個が置かれた状態で戦場に出る。つまりまあさっきのやつを出しました。でこいつが出しました。でこいつの上に例えば速攻カウンターとか、トランプルカウンターを乗せた、乗せてる状態でその恐竜を出したら全部そのカウンターが乗るってことですよね。おっしゃる通り当たった、結構いわゆるカウンターのギミックですよね。で面白いんじゃないかということで、例えばどんな恐竜が
もちろん当然恐竜デッキになると思いますんで、どんな恐竜が入るのかっていうのを探してきたんですが、例えばクォーツウッドの壊し屋っていうカードがあるんですが、こいつはかなり面白いです。グルール5マナ、66トランプルで、あなたがコントロールしていてトランプルを持つクリーチャー1体以上がプレイヤー1人に戦闘ダメージを与えるたび、トランプルを持ってるんでダメージは与えますよね。でトランプルを持つ XX の恐竜を1体生成します。でその X っていうのはそのクリーチャーがそのプレイヤーに与えたダメージの総数に等しいです。なるほど。貫通した分だけの、パワータフネスを持つクリーチャーが出るよと。例えばこいつ66で、22と勝ち合って4点通ったら44のトランプルの恐竜が出てくると。しかもそれは他のカウンターをもちろん持って出てくる、こいつがいればそういうことになりますよね。ブルーって別に唱えなくても出ますよね。戦場に出るに際し、カウンターが出るようになるので、別に唱えてる必要はないので、トークンにも乗ります。ってことはかなり相性がいいですよね。いいと思います。しかもトランプル乗せられますしね。そうですね。そうなんですよ。別に自分自身じゃなくても、トランプル乗ってるクリーチャーがダメージ与えれば誘発する効果なんで、他のね恐竜なんていっぱいトランプル持ってますし、相性いいと思います。いいですよね。あと他に例えばどんな恐竜が入るかって言いますと、僕は最近こいつの強さを再確認しまして、切り裂き顎の猛竜というカードがあるんですが、こいつはかなりいいです。まず4マナ45スタッツいいですよね。強いです。で激光を持ってまして、こいつにダメージが与えられるたびカードを1枚引きます。これ一見あれもうそんぐらい何なんだろうなって思う能力なんですが、カジュアルの目線で考えて最近いいなと思い始めてるんですが、4マナ45でダメージが与えられるたびワンドローだったら殴りに行きたくないんですよ。そうですね。立ってるだけで。だからあっちはあいつがいるからそっちに行きますっていうその理由をつけられるというか、相手としても、そうですね。別にその気はなくてもですよ、そこにあいついるんですいませんって言いやすいじゃないですか。そうですね。トークが、トークをそういうのを導き出しやすいクリーチャーとしてかなりいい恐竜になるんじゃないかなと思って、今回おすすめさせていただきました。かなり使いやすいので入れてみてください。あとは例えばどんなカードが入るかって言いますと、忘却石、これはライオンさんが発見してくれたんですが、なんと忘却石はいわゆるラスです。ラスなんですが、運命カウンターっていうのを乗っけるとそのラス助かることができると。そうです。なんとそのブルーちゃんに、乗っけちゃえば、全部助かる。一回乗ってブルーちゃんのそうですね、それ以降に出てくる恐竜も全部メーカーに乗ってるので面白いですね、みたいなことができるんじゃないかと。で最終的にフィニッシュ手段はいろいろあるんですが、旗印とかでもいいですけども、種族系の強化でもいいですけども、例えば圧倒する暴走、オーバーラン系ですよね。で普通に全体強化して殴っていけば勝てると思いますんで、ちょっと楽しい恐竜を入れてみてはどうかなっていう感じなんですが、こいつの未来はどうでしょうか。そもそもキーワードカウンターっていうのが出てきたのが結構近年、目新しい能力になるので、今後もそのキーワードのもしくはキーワードじゃなくてもいいですからね。先ほどの運命カウンターみたいなね、カウンターもいっぱいね、いろんなカウンター増えてきてるんで、カウンターが増えれば増えるだけ強化されると思ってもらっていいんじゃないですか。そうですね。破壊不能カウンターが置ける、今は置けないんですが、置けるようになる未来もあるかもしれないし、そうですね。ジオンカウンターは置けるんですよ。ジオンカウンターが置けちゃうというそしたらもう今後出る恐竜全部自分ですからね。すごいですよね。みたいな感じでカウンターを置けるだけでね、強化されるので、そういったところがいいかなっていうのと、あとは単純に恐竜関係なしにバーラン系オーバーラン系のカードが強くなれば強くなるほど、このデッキも最終的なフィニッシュは強くなる。
確かに、もしかしたら恐竜のバーランみたいな。ありえますよね。ありえます。はい。イクサランが、裁縫されれば名前変わっちゃうかもしれませんがはい、わかりませんが、強化する未来もあるんじゃないかと。はい、そう思います。なります。まあそんな感じで、はい、ティムール4選紹介したんですけど、いかがだったですか？まあどれも結局は基本的には最終的にこう攻撃的にいくようなデッキになるのかなと思うんですけど、まあそれだけやっぱティムールっていうカラーがこうモンスターチックというか楽しいですよね。楽しいんですよね。はい、結構でかいのを並べてドーンとか、まあでかいのじゃなくてもまあいっぱいクリーチャー並べてドーンみたいな戦術が多いのかなと思うので、まあそういうのが好きな方はねおすすめできるんじゃないかなと思います。明るい方におすすめですティムールなんか明るいイメージなんですよね。まあ確かにでもそれあるかもしれない陽気なイメージですよねまああと良さげな他にもティムールの逃走者いましたら、ご紹介していただければありがたいのでコメントをお願いします。はい、お願いします。あと高評価、チャンネル登録お願いします。お願いします。あと未来に向けて、ハイプっていうのをお願いしてますんで、ハイプできましたらお願いします。はい、こちらもお願いします。今回の動画は以上になります。おしまい。